皆さんこんばんは。今夜もレイトナイトジャパニーズチャットのお時間ですよ。私たちみさきとなぞみがお届けします。この番組は日本語や日本の文化についてゆるーっと話していくポッドキャストです。寝る前に布団の中で聞いてもらえたら嬉しいな。さてのぞみ、初対面の人に自己紹介するとき、私人見知りなんですっていう人結構いるよね。いる多いよね。実はね、私も言ったことある。私もあるかも。なんか先に言っておくと安心するんだよね。そうそう、だから話すのが下手でもごめんねっていう保険みたいな。わかる。でもさ、今日のテーマその人見知りなんでしょ？そうなの。この言葉掘ってみると意外と面白くてね。楽しみ。まず人見知りってどういう意味だと思う？知らない人の前で緊張しちゃうことかな。そうだね。知らない人の前で緊張する。あと、話しかけにくいとか。そうそう。自分から話しかけるのがちょっと怖い。わかる。なんか距離を取っちゃうんだよね。そう、距離を取る。それも人見知りの特徴だね。私、パーティーとか本当に苦手で。わかる。部屋の隅っこにいたくなるよね。なる飲み物をずっと持ってる。それ人見知りあるあるだ。でもさ、この人見知りって言葉、元からこういう意味だったの？あ、いい質問。実はね、もともとは赤ちゃんに使う言葉だったんだよ。そうなの？赤ちゃんってある時期から知らない人を見ると泣くようになるでしょ？いるね。抱っこしようとするとわーって泣く子。そうそう。あれを赤ちゃんの人見知りっていうの。じゃあもともとは大人の話じゃなかったんだ。そうなの。で、ここが面白いんだけど、赤ちゃんが人見知りするのって実は成長の証なんだよ。成長の証？泣いてるのに？だってね、知らない人を見て泣くってことは、この人はお母さんじゃないって分かってるってことでしょ？お母さんと他の人の違いがわかるようになったんだ。そういうこと。だからお医者さんとかは順調に育ってますねっていうの。じゃあいい意味だったんだね。そうなの。成長の印。なのにさ、大人になるとなんか欠点みたいに聞こえることもあるよね。確かに、人見知りですみませんって謝る感じになる。そうそう。同じ言葉なのに赤ちゃんだと偉いで、大人だとごめんなさいになる。面白い。意味がひっくり返ってるんだ。でね、ここからが今日の本題なんだけど、人見知りって本当に悪いことかな？悪いこととは言い切れないかも。でしょ？私ね、最近ちょっと思うんだ。人見知りする人って相手をちゃんと見てるから緊張するんじゃないかなって。確かに。どうでもいい人だったら緊張しないかも。そうなんだよ。この人に変に思われたくないなって気持ちがあるからドキドキする。言われてみれば、興味がない相手にはそもそも緊張しないもんね。だからね、人見知りって見方を変えるといくつもいいところがあると思うの。例えば、まず慎重。いきなり距離を縮めないでゆっくり相手を知ろうとする。慎重ね。確かに。あとは礼儀正しい。失礼なことを言わないように気をつけてる。すぐにベタベタしないっていうのもある意味優しさだよね。そう、それ。すぐ踏み込まない。相手のペースを大事にしてる。なんかちょっと人見知りが好きになってきた。でね、ここで一つ日本語の言葉を紹介したいんだ。語彙のコーナーだ。そう、気を使うっていう言葉。よく使うね。皆さんもぜひ覚えてほしい言葉。気を使う。どういう意味か説明してみてよ。気っていうのは心とか気持ちのこと。それを使う。気持ちを使う。そう。つまり相手のことを考えていろいろ心配したり注意したりすること。相手が疲れてないかなとか、これ言ったら嫌な気持ちにならないかなとか。まさにそれ。そういうのを全部気を使うっていうの。なるほどね。英語だとちょっと説明しにくいかも。そうなの。一言で言うのが難しい言葉。でね、人見知りの人って初対面でものすごく気を使ってると思うんだ。わかる。頭の中がフル回転してる。そうそう。次何を話そう。この話題で大丈夫かなって。だから人見知りの人は家に帰るとどっと疲れる。それ、気疲れって言うんだよ。気を使って疲れること。また新しい言葉だ。気疲れ。似た言葉でね、遠慮っていうのもあるよ。遠慮ね。これも日本語らしい言葉。そう。相手のことを思って自分をちょっと控えること。どうぞどうぞって言われても
いえいえ私はって一回断るあれ。そうそう。お菓子1個をみんなで遠慮し合うやつ。最後の一個誰も取らないやつね。あるある。あとは空気を読む。出た、空気を読む。その場の雰囲気を感じて何を言うべきか、何を言わないべきか考えること。人見知りの人ってこの空気を読むのがすごく上手だったりするよね。そうなの。喋る前によく見てるから観察力が高い。確かに静かな人ほど周りをよく見てる。だからね、人見知りってこういう日本の感覚とすごく相性がいいのかもね。気を使う、遠慮する、空気を読む、全部つながってる。だから人見知りってある意味日本語の言葉から文化が見えてくるいいテーマだなって。でもさ、美咲、人見知りっていいところばっかりじゃないよね。それは正直に言わなきゃね。困ることもちゃんとある。例えば誤解されること。本当は優しいのに冷たい人かなって思われちゃう。そうそう。ただ緊張してるだけなのに怒ってるって聞かれたり。あるある。あとはやっぱりチャンスを逃すこと。本当は仲良くなれたかもしれない人と話せないまま終わっちゃう。それはちょっと寂しいよね。だから人見知りもほどほどがいいのかも。そうだね。いいところは生かしつつ、たまには勇気を出して一歩。一歩ね。それが難しいんだけど。今日人見知りについて話してみてさ。私なんか思ったんだ。人見知りってただの欠点じゃない気がする。わかる。相手を大切にしたい気持ちの裏返しなのかもね。そうそう、それが言いたかった。人見知りは優しさかもしれない。いい言葉。でも無理はしすぎないでね。そうだね、それも大事。頑張りすぎない。自分のペースでゆっくり。というわけで今夜のテーマは人見知りでした。皆さんは人見知りですか？初対面の人と話すのは得意ですか？よかったらコメントで教えてくださいね。それじゃあ今夜もここまで。おやすみなさい。おやすみなさい。